はい、皆さん、こんにちは。ケータリングのファクトリーです。今回の動画ではですね、初めての、光造形プリンターにチャレンジということで、箱を開けた状態から最終的にプリントができるようになるまでの過程を、ドキュメンタリー風にちょっと撮ってみましたので、それを紹介したいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、今回私が購入したのはですね、こちらにあります、エレグーマーズ5ウルトラというマシンになります。事前にネットで調べたんですけれども、これ非常に、入門機でありながら、クオリティが非常に高いということで、しかもなおかつですね、自動化が進んでまして、例えば面倒くさいその初期設定とかキャリブレーションみたいなことを全部自動でやってくれると。まあ極端な話をすると、本当にもうスイッチを入れて、簡単な設定をするだけでも、本当に、それもうすぐプリントできるようになるというような感じで、非常にその進化した 3D プリンターというふうに言われています。はい。大きさとしてはですね、大体15センチ1本ぐらいですかね、のものが出せるようなスペックになっています。はい。なので、これから 3D 始めてみようという、3D とかで光造形始めてみようという人にとってはですね、非常に、向いているマシンというふうに言われてますので、私もちょっとそれを信じて、ちょっと買ってみました。はい。はい。では、いよいよこちらですね、開けていこうと思います。3D プリンターと書いてあります。エレグマーズ5ウルトラ。これをですね、開けていこうと思います。上の方はテープで止まってるんですけど、もうすでにこれカッターで切った状態にしてあります。はい。で、開けますと、まず最初に、まだビールの干渉剤。はい。ビールの干渉剤があります。はい。で、箱がありますね。これなんか軽いな。トレイですかね。はい。レジンを受けるトレイじゃないかな。はい。だと思います。はい。箱戻ってみましょう。はい。はい。それからこれが、これ、電源ケーブルかな。はい。電源ケーブルだと思います。はい。あったところは日本の、はい、コンセントの形に、合わせてありますね。はい。電源ケーブルです。で、この、取扱説明書。日本語ですね。はい。日本語取扱説明書です。はい。で、あとは本体かな。はい。本体ですね。じゃあ、こうちょっと出していきましょう。はい。で、で、こうしてで、はい、こちらです。干渉剤をちょっと外しますね。はい。落ちた。はい、こんな感じで、ビニールかぶってますね。あ、あ、これ、あれですね。パッと開けるといけないですね。ここちょっと、針金で結んであります。はい、なので、この針金を取って、切ったらビニール袋を開けます。このビニールは、捨てない方がいいかもしれないですね。ちょうどいいサイズなので、これ、このビニール、ちょうどこの本体にが収まるいいサイズなので、使わないときにこう上からかぶせておけば、ここにを入れておくことになるかもしれないですね。これちょっと捨てないでちょっとしたいと思います。はい。で、それからこれが上のカバーですね。はい。それから、そこは入ってます。スーズキット。スーズキットって書いてますね。なんだこれは。ゴム手袋。これ多分作業で使うゴム手袋ですね。あとはこれフィルター。はい。ですね。それから、はい。電源アダプターですね。はい。それから、なんかいろいろ入ってます。スクレーパー。あれですね。出来上がった、造形を、型から外すときの、型じゃなくて、台から外すときに使うスクレーパーですね。それから、USB メモリ。これあれかなソフトウェアとかが入ってるのかな
はい。そんな感じですね。あと、いろいろ工具とか入ってます。はい。そんな、はい。それから、もうちょっと干渉材があるので、これちょっと外していきましょう。はい。これはなんだなんだこれはでも本体のパーツですね。あ、これはあれかなここにはまるのかなここにはまるのかなはい。後でやりましょう。はい。おそらく造形物を、押し付けるためのこう台だと思いますね。はい。で、それから、はい。もっと干渉剤を外すと、いよいよなんか、このまで見えてますね。はい。こんな感じ。はい。見えますかねはい。はい。これが本当にですね、なんかちょっとカメラついてますね。これ確か、造形したものをなんかこうカメラで監視して、なんか失敗してるとなんかアラートを入れてくれるみたいな、なんかそういう機能があるってちょっと聞いたことありますけども。はい。こんな感じですね。はい。これで、干渉すれば全部外れたかな。はい。じゃあ、本体のですね、ビームを取っていきましょう。ここに中に干渉があるからね。よいしょ。はい。はい。カバーはこんな感じで。ここに取ってやりましょう。なんか、ビニールのラップのようなものになります。はい。中のものを後で入れるとして、はい。こちらです。こんな感じです。はい。ではですね、この後ですね、設置していこうと思います。はい。ではですね、設置終わりましたので、スイッチを入れたいと思います。はい。ですね。はい。スイッチ入ったみたいです。画面に、レグって、ロゴが出ました。はい。まずメニューですね。これで言語を選ぶんですね。画面、ちょっとフリック、日本語ありました。はい。日本語選びます。はい。地域を選択。アジア太平洋でいいのかなはい。そうですね。中国、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他。はい。その他選んでもダメだから、アジア太平洋でいいと思いますね。はい。Wi-Fi が検出されませんでした。はい、設定します。はい。Wi-Fi のパスワードを打たなきゃダメですね。はい。これ結構、E が小さいので、大変です。はい。はい。入れました。Wi-Fi。そうだ。アンテナがあるんですよね。はい。アンテナがあるんで、ちょっとアンテナ挿します。はい。こんな感じですかね。はい。国。猫診断。動きました。なんか動き出しました。Wi-Fi も無事繋がってるみたいですね。はい。なんかいろいろ進んでます。液晶画面の接続状態。グリーン出ました。Z 軸モーターステータス。なんかちょっと動きました。動きました。はい。ネットワークアップグレード、新しいバージョンが検出されました。はい、アップグレードします。はい。
はい、なんか、あれですね、ファームのバージョンアップしてるみたいですね。ネットワーク繋がってるから、これネットがダウンロードしてるんですかね。はい。更新中は電源を切らないでください。はい、電源切らずに待ちます。はい、更新終わりました。パラメータの表示を確実にするためにマシンを再起動してください。はい、じゃあ一回ちょっと電源切ります。はい、電源入れ直しました。システムアップデートまだ続いてますね。はい。はい。もう一回、再起動終わりましたね。また再度、エレグの画面が出てきました。先ほどはここで言語選択の画面が出てきたんですが、この後どうなるか。はい。一通り、終わりましたね。はい。印刷ツール設定デバイス情報。この画面が出てます。ちょっとわかりますかね。はい。はい。こんな画面出ました。はい。はい。無事に起動したようです。で、ただ、設定他になんかすることあるのかな基本的には大丈夫なんですかね。はい。プリントモードバージョンアップ。ちょっとこの辺はちょっとおいおい見ていきましょう。はい。ツール、マニュアル、画面ロゴ。ちょっと今の段階では何なのか全くわからないので、はい。印刷っていうと、なんかローカルファイル、なんかテストプリントとかできるんですかね。ファイルがありませんって感じですね。はい。履歴は印刷してないから今ありません。USB ファイル、なんか USB、このファイル、USB を挿すと、この USB を挿すと何か出てくるんですかね。はい。ちょっと入れてみましょう。ここに、USB のポートがあります。はい、今、USB ポートにですね、挿しました。USB ポートここにあります。今、赤くなってる。これですね。これですね。USB。はい、今ここに刺さってます。はい。では、はい。なんか、ファイル見てみますかね。はい。テストモデル、ありますね。はい。テストモデル。なんか、これがテスト用の、あれですね、データみたいですね。これじゃあちょっと後で準備して出してみたいと思います。他になんかあるのかな他に、ありません。はい。じゃあ、これだけですね。はい。あとは何かなローカルファイル。これだけですね。はい。テストできるのはこれだけのようです。はい。ではですね、いよいよテストプリントをしようと思うんですが、その前にやらなきゃいけないことがあるようなので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。まずはですね、この部分に、フィルムが貼られています。ですので、ちょっとそのフィルムをですね、除去しないといけないので、それをやっていきたいと思います。はい。両側に、スクリューがあります。これをちょっと外します。はい。外れましたね。はい。で、ここから外せということなので、出します。はい。フィルムが貼れました。あとはこちらですね。ここにもフィルムが貼られているようなので、これも剥がします。はい。これですね。はい。じゃあこれを、トレイをですね、元に戻します。はい。こんな感じですかね。はい。で、続いて、先ほどお見せしたこれですね。この、部分も、表面にこうフィルムが貼られています。でもこれも、使用前に剥がせということなので、これを剥がしたいと思います。はい、剥がれました。じゃあ、これをですね、装着します。はい、到着しました。
ではですね、いよいよここにですね、本体にレジンを入れていこうと思うんですが、その前にですね、レジンは、とてもですね、手についたりとか、服についたりすると厄介ですので、必ずその、汚れてもいいような服を着ることと、あとは手袋ですね。これは先ほど、本体に付属していた、手袋ですけれども、ゴム手袋とかいいと思います。介護用とかで、売ってるようなゴム手袋でいいと思うんですけど、介護用とかでも、粉のついてないタイプですね。粉ついてるととても厄介なので、粉のついてないタイプを使うといいと思います。はい。では、まずこの手袋を装着して、はい。で、あと、ここのトレーに、レジンを、注いでいくんですけれども、ちょっとこれあると邪魔かな。ちょっと先ほど、これつけたばかりなんですけれども、ちょっとレジンを注ぐのにちょっと邪魔になっちゃいそうなので、もう一回ちょっとこれ外しちゃいます。はい。これ外しました。で、あとですね、先ほど箱を開けたときに、お見せしたこの、パーツ、このトレイですね。これ本来外すときに使うみたいなんですけれども、ちょっとこれ、レジンをここに、注いだときに、こう、垂れるのをですね、垂れたときに、これちょっとやるように、これ今ちょっと一回つけておきますね。はい。はい。で、あとこの辺とかにもですね、ちょっとレジンが垂れちゃうと面倒なので、これちょっとトレイを、ここに置いておきます。はい。では、いよいよですね、このトレイに、レジンを注いでいこうと思うんですが、使うレジンはこちらですね。はい。見えますでしょうか。これ、エレグの、これ、純正と言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、今回、使うのは、ちょっとテストなので、水洗いタイプのレジンを使うことにします。はい。では、これを開けます。よっ。ちょっとなんかシールが貼ってありますね。ちょっとこれを外します。はい。では、蓋が開きましたので、これを、いよいよこっちに、このトレーに注いでいきたいと思います。で、量としては、3分の1以上ということで、ここに、最大のマックスって書いてある、これ以上レジに入れちゃダメですよっていう線がここに書いてありますんで、そこを超えないようにということらしいので、これを、超えないように入れていきたいと思います。ちょっと、緊張しますね。こぼさないように。これうまくいくのかな。よいしょ。出ました、出ました。よかった、よかった。出なかった、出なかった。入れていきます。これ、くれぐれも瓶を落としたりしないように気をつけないといけません。半分ちょっとぐらい入れたかな。はい。じゃあ、ここで、はい、一応やめときます。はい。レジに入れました。ちょっと見えますかね。画面、ちょっと位置を変えましょうか。こんな感じです。このグレーに見えるのがレジンです。はい。で、先ほど外したこちらですね。はい。これを元に戻します。よいしょ。はい。はい。これでおそらく準備が整ったはずです。はい。ではですね、ちょっとやってみたいと思います。先ほどメニューで出ましたこのテストプリントのオブジェクトですね。これをちょっとプリントしてみたいと思います。果たしてうまくいくんでしょうか。いきます。はい。はい。印刷。なんかトレイが動いてます。上下にトレイが動いてますね。はい。はい。なんかちょっと動いてるっぽいですね。はい。はい。今、今、印刷やってるんですけども、実はこの、蓋自体はですね、この印刷の前に本当は閉めなきゃいけなかったみたいですね。ちょっと、怖いですけど、はい。ちょっと蓋を今から閉めます。
はい、印刷始まっているんですけれども、今ですね、真ん中に、印刷、今1%で出てますね。で、下の方にですね、ちょっと字が小さいんですが、およその、印刷にかかる時間が、表示されています。で、これを見ますと、今ですね、およそ5分ほど経ったんですが、全体のレイヤー数が1000あるようです。で、そのうち今、19レイヤー印刷されましたということですね。今、5分経過したんですけど、残り時間が2時間8分と表示されてますので、ちょっと待ってみたいと思います。はい。今、アラームになりましたね。はい。終わったようです。2時間8分48秒かかりましたね。はい。はい。ではですね、この、蓋をちょっと開けて中身を見てみたいと思います。はい。ではですね、中身をいよいよ見ていこうと思いますが、何も出ていません。はい。何も出ていません。はい。どうしたんでしょうか。ちょっと調べてみようと思います。はい。ではですね、印刷をしていきたいと思います。印刷ボタンを押して、先ほどと同じように USB の中のテストモデルですね。はい。選びます。印刷します。で、この時にですね、どうも、その時々のレジンに合わせて、設定を変えなきゃいけないようですので、ちょっとそこをですね、見ていきたいと思います。はい、メニューのですね、ここですね。で、露光時間という設定があるので、ここですね、このレジの元に書いてます、ここですね。この、その露光時間の設定がここに書いてあるようです。で、これがですね、このレジの推奨の設定ですと、通常層の露光時間っていうのが、3.5 秒ですね。はい、3.5 秒。で、それから、ボトムの露光時間っていうのが、35秒。というのが、推奨設定になっているようです。ですので、それに合わせて設定をしていきます。はい、通常層の露光時間を 3.5 にします。はい。で、ボトムの露光時間を、35にします。はい。で、もう一回、印刷スタートします。はい。プリント、完了しましたので、開けてみたいと思います。よっ、どうでしょうか。なんかできてます。できてます。できました。できてます。はい、これですね。はい、出来上がりました。はい。ではですね、うまくプリントできましたので、これをですね、外していこうと思います。はい。こちらですね。はい。プリントできました。これちょっと後でですね、このプレートからちょっと外していきますが、一旦とりあえず置いておきます。はい。で、続いてですね、このトレイに残った、このトレイですね、このトレイに残ったレジンをですね、容器にちょっと移したいと思います。これ余ったものはですね、もう一回ちょっと使えるようなので、これをちょっとですね、保管用の容器がありますので、そこに、移し替えていきます。まずは両側のネジを外します。はい。そして、これをこぼさないように、はい。で、こちらがですね、外したものなんですけれども、これをですね、このプレートから外すのは結構大変なようです。今ですね、指でちょっと、手で僕もぎ取ろうとしましたら、ちょっと簡単に壊れてしまいましたので、今ちょっとこんなブラブラしてますけれども、はい。これをですね、このスクレーパーを使って、取っていかなきゃいけないようです。で、あとこのですね、トレーに残っているレジンは、きれいに、きれいに、拭き取って、また次に使うように、まず清掃しておくということが必要になります。は
はい。では、ここからは、以前フュージョンで作りましたロータス79のカウルのパーツをですね、プリントするところをやっていきたいと思います。まずこのソフトウェアなんですけれども、先ほどの USB の中に、エレグのサテライトというソフトが、入っています。なので、これをパソコンにインストールして、起動した状態がこちらです。ではですね、この上で、ロータス79のカウルのパーツを配置していこうと思います。ファイルを開く。で、もうすでに、フュージョンからエクスポートしたファイルをここに置いてますので、まずはカウルの前の部分のパーツですね。なんか言ってきました。モデルサイズ is large。なるほど。ビルドプレートのサイズに対してモデルの大きさが大きいよって言ってるんですね。で、拡大縮小しますかみたいなことを言ってるんで、当然これはそのままのサイズで出したいので、ノーにしました。で、そうすると、このビルドプレートの縦っていうこの向きの関係でちょっとはみ出しちゃったんですね。では、これをちょっと、回転させながら、ちょっと元の、ビルドプレートの中に収まるようにしていきたいと思います。ちょっと立てましょうね。75度ぐらいでいいのかな。75度。はい、立てます。ちょっと逆向きになっちゃいましたね。やり直し。はい。マイナス75度か。マイナス75度。マイナス75度。はい。いい感じになりましたね。じゃあちょっと Z 方向もちょっと向き変えましょうか。はい。90度ぐらいでいいのかな。はい。いい感じになりました。じゃあちょっとこれをですね、後ろのパーツもここに配置したいので、ちょっと、これ真ん中に制御されてると、邪魔なので、ちょっと避けましょう。はい。こんな感じでいいのかな。これでいくかな。はい。OK。はい。はい。これで、カウルの前のパーツはこんな感じで、いいと思います。で、次ですね、カウルの後ろのパーツも、じゃあ、配置していきたいと思います。はい。なんか言っていました。今度はなんだダメージ度って言ってますね。なんだろう。リペアできるんですね。じゃあちょっとリペアしましょう。はい。なんか問題なくできたように見えますね。じゃあこれもちょっと、向きを変えたいと思います。はい。先ほどと同じようにローテート。で、今度は、先ほどマイナス75でしたっけ？同じぐらいにしておきましょうか。はい。で、いい感じになりました。で、今度は、これもまた、同じように90度ちょっと変えたいので、いい感じになりましたね。はい。で、ちょっと位置が被っちゃったのでずらしましょう。はい。こんな感じにしましょうかね。はい。はい。こんな感じのモデルにしましょう。はい。で、サポート。多分これサポートつけないといけないので、ちょっとサポート、これでちゃんとつくのかな？サポート。で、自動でサポートをつけるように。とりあえず何も考えずやってみましょう。なんか、それっぽいものができました。はい。こんな感じですね。はい。はい。これでなんか良さそうな感じしますね。はい。では、これを、じゃあこれちょっとスライス作りましょう。はい。スライスボタンを押して。なんかすごいなんかそれっぽいものができました。はい。ではこれをですね、プリンターに転送してみようと思います。はい。プリンターは、もうすでに、はい。この、今稼働しているプリンターがもうすでにリストに出てますね。はい。では、そしたら、転送します。はい。こちらですね。こちらのプリンターに転送します。はい。ではですね、いよいよこれを取り出してみたいと思います。レジンを使いますので、またちょっと汚れてもいい、そう言って着替えています。はい。では、プリンターをちょっと取り出して、はい。蓋を開けます。出てますよ。
はい、今、ビルドプレート外れます。意外とレジン使わないですね。レジンの消費量、レジンタンクに入れたレジン意外と減ってないですね。はい。こんな感じです。見えますか？はい。はい。こんな感じでできました。じゃあ、一旦ですね、ちょっとこれを置いて、これをビルドプレートから外したいと思います。はい。ではですね、今度はこちらの、出来上がった、ものをですね、このスクレーパーを使って、これですね、このスクレーパーを使って、ビルドプレートから外していきます。はい、きました。力を入れすぎてしまうと壊してしまうかもしれないので、ゆっくりやっていきます。入りましたね。取れました。はい。で、今ですね、先ほど出来上がった、ものをですね、今、洗浄液、今回水洗いレジンなどでぬるま湯を使っているんですけども、を使いまして、洗浄をしています。で、洗浄はバケツでもできるみたいなんですけれども、今回専用の洗浄機、洗浄装置を買いました。これがですね、この左にあります、エレグ、同じエレグですね。3D プリンターと同じ、同じエレグのマーキュリープラス2というものを買いました。で、これを使って今洗浄をしています。はい。で、今やっているのはですね、出来上がったモデルに対してですね、もう一回紫外線 UV を当ててですね、もう一度硬化させるという作業が必要のようなので、それをやっています。で、作業自体はですね、またモデルに普通の100均で買った UV ライトを買っても全然、使っても全然いいみたいなんですけれども、先ほど、言いました、この、マーキュリー、エレグのマーキュリープラスですね。で、これで、できるようなので、これを使ってやります。はい。で、こちらが出来上がったものになります。はい。見えますかね。はい。なんか、いいですね。本当になんか自分にもできたっていう感じで、ちょっと嬉しくなっちゃいますけれども、そうしましたら、今度はですね、この縦横無尽に走っているサポートをですね、丁寧にこうニッパーとかカッターでちょっと取っていくという作業をします。はい。大まかなサポートの処理終わりました。こんな感じです。どうですかね。結構いいですね。ちょっと、ビルドの配置の仕方が悪くて、この辺の、ミラーの中のサポートがちょっと取りづらかったりとか、あとこちらですね。こちら、ちょっと上の面にちょっとサポートがちょっと回っちゃったりとかしたので、この辺はちょっと後で改善しないといけないんですけれども、結構いい感じになりましたね。はい。あとこれもですね、ちょっとこのサポートの、あとはちょっと取った部分、完全に滑らかではないので、ちょっとこの辺をペーパーでこう整えていったりとか、あとですね、若干なんですけれども、やっぱり積層の跡が、やっぱり、もちろん積層式のプリンターに比べればはるかにスムーズなんですけれども、とはいえ若干部分的にですね、積層の跡とかがありますので、この辺をちょっときれいにしていく必要があるかなとは思います。はい、出来上がったのがこちらになります。どうでしょうか？結構いい感じになりましたね。はい。はい。で、ちょっといくつかですね、改善ポイントがあったりなんかして、例えば、このリアカウルのですね、ちょっとダボが短くて、これ今無理やり押し込んで綺麗に入ってるんですけど、これ簡単にちょっと外れちゃったりなんかするんで、ちょっとこの辺はですね、ちょっとデザインから見直しをしないといけないんですが、全体的には結構いい感じに出来上がったと思います。はい。どうでしょうか？はい。はい。ということで、初めての光造形プリンターにチャレンジということで、最終的に、プリントを出せるようになりましたけれども、感想としてはですね、思ったほど難しくなかったなっていう感じですね。はい。私が事前に聞いてたのは、やっぱりその、光造形のプリンターって、もちろんレジンの処理で毎回そのクリーニングしたりとかっていうのがめんどくさいのに加えて、キャリブレーションですね。特にそのビルドプレートのそのレベリングっていうその調整があったりとか、いうのがですね、ものすごく大変だったっていうふうに聞いてますけれども、この、あれですね、エレグのマーズ5ウッドが、その辺の設定がすべて、機械任せにできているというところで、やはりその、かなり、光造形のプリンターっていうのも、敷居が下がってきたのかなっていうのを、すごく感じます。本当に私のような全く、予備知識のない初心者でも、ちゃんとできるようになりましたし、そういうことでですね、今までその、
レジンとか 3D プリンター、光造形の 3D プリンターってなんか難しそうだなとかって思ってて、敬遠してたけどもですね、すごく、使いやすいなっていうのは私の率直な感想でしたので、もし機会があったらですね、チャレンジしてみてはいかがでしょうかというのがですね、今回のレポートになりますね。はい。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりたいと思います。さようなら。